今回は石膏ボードの下地に壁紙を貼っていく方法をご紹介します。こちらの道具を使って DIY していきます。事前にのり付きスリット壁紙を必要な数量カットして折りたたんでおきます。今回はプロの技を使って壁紙を貼っていきます。施工前に紙やすりや地べらで下地の凹凸を削っておきます。垂直を確認した右端の壁際を基準にして壁紙を貼り始めます。スリット壁紙の右端側になる方のテープを取って1枚目を広げ、右の壁際に突きつけて貼り、壁紙の右端を固定します。右から左へ全体をハケでなでつけ、空気を抜いてシワを伸ばします。このように壁紙が窓枠にかかる場合、まず窓枠の内側に沿って壁紙の必要な部分を大まかにカットします。窓枠外側の角に当たる部分から内側に向けて切り込みを入れ、窓枠との際に壁紙を収めます。ヘラで角を決め込んで筋目をつけ、地べらにカッターを沿わせて切り代をカットします。ついた糊は水に濡らしたスポンジでしっかり拭き取ります。残りも同様に貼っていきますが、ここでプロのカット方法を詳しく見てみましょう。角をカットする前にヘラで壁紙にしっかり筋目をつけます。壁面につくくらいの角度で地べらを当て角を押さえます。地べらに沿わせるようにカッターの刃を当てて、地べらとカッターを平行に動かしながらカットしていきます。当てた地べらの厚み分、壁紙がかぶって境目を隠します。幅木や窓枠の際をこのようにカットすれば、後処理なしでもきれいに仕上がります。1枚目の貼り付け完了。継ぎ目を突きつけて貼ることができるスリット壁紙ですが、今回はよりきれいに仕上げるためにジョイントカットしてつなげていきます。重なった壁紙の端から約5ミリのラインで2枚の壁紙を一緒にカットします。地べらを壁にしっかり押し当て、カッターは少し寝かせます。カッターの刃は正面から見て壁と直角になるように当てます。上のカットした部分を取り、左側の壁紙をめくってテープと下のカットした部分を取り除きます。継ぎ目にローラーをかけて圧着すればジョイントカット完了。あとは同じ工程の繰り返しになりますが、今度はこれをプロがどういう手順で貼っていくか見ていきましょう。貼ってある壁紙のテープを剥がして左端を貼り付けます。次の壁紙を持って脚立に乗り、壁の上半分を貼り付けていきます。天井側の角をヘラで決め込んで切り代をカットします。1列カットするごとに刃を折って切れ味を保ちましょう。上半分のジョイントをカットして表側のカット部分を取り除きます。地べらで押さえながら
引っ張ってちぎりましょう。壁紙をめくり、テープと下地側のカット部分を取り除きます。継ぎ目にローラーをかけて、スポンジで糊を拭き取ります。脚立から降りて下半分を貼っていきます。下半分のジョイントをカットするとき、上のカット終わりとつながるように刃を合わせカットしていきます。きちんと施工できれば多少順番が変わっても大丈夫です。自分のやりやすい手順を考えて工夫してみましょう。1枚貼り付け完了。この手順を繰り返していきます。左端まで貼っていき、角までの残り幅が1枚分より小さくなったとき、DIY 初心者なら角でカットする方法が簡単でおすすめですが、ここでは角で壁紙を折って貼る方法で施工していきます。普通に貼るのと同じように継ぎ目の位置を合わせます。継ぎ目から角へハケをなでつけ、空気を抜いてシワを伸ばしたら、角付近ではスムーサーを使ってしっかり角を押さえます。押さえた角から左端に向けてきっちり貼り付けていきます。ヘラで決め込んで切り代をカットします。下も同じように貼っていきます。角を貼り終えたら、続けて最後まで貼り進めていきましょう。部屋全体を貼ったら完成です。